吉田千佳恵さん、当時6歳。爆心地から約 1.6km 離れた金谷町で被爆しました。当時どうですか、空襲警報になってで父はすぐ身支度して急いで自転車に乗って出かけて、いつものように私お父ちゃん行ってらっしゃいって送り出して、しばらくすると解除になったんで、解除になったからお寺の方に私は出かけていきました。兄は中学校へ向けて出かけていきました。で母と妹は家に残って、だから私が本堂に上がってみんなと遊んでる時に飛行機の音が、味方の飛行機だと思って男の子たちは階段降りて中庭に出たんですよね。そうした時に私も後からついて出て本堂のすぐ出た廊下のとこまで行った時にピカーッと光って真っ白になって、とにかくもう真っ白な感じ、何も見えなくなるような真っ白な感じでしたね。その後がわからないんですよ。ドーンというのは聞いたように思うんですけれど、それからが全然、はい、でどのぐらい経ったのか気がついた時はもう目の上の方を人がこう噂をしてる状態、気がついた時でどうすることもできなくった時に、そのおばさんがその亡くなった男の子のお母さんですけど、それが名前を呼ばれてたので、おばあちゃんってから私が声かけたみたいで、そしたら私の名前近所だったから私の名前言って「ちかえちゃんね待っときんさいよ」ってから「助けてもらってあげるけ」って言われて行かれて、私はもう気を失ってしまって、それからが全然わからないです。あと母から聞いたのは母が消防の詰め所の方へ行ってもわからないから、私がお寺にいるんで私を気になって妹を兄が帰ってきたので無事に妹を託して私を連れに来た。そして私が溺れてる時にうっすら気がついたみたいで、もう血みどろでここが裂けて後頭部の方からもうここからも全部傷しとったのは分からなかったね。ここだけしか分からなかったみたいで、母も。で後ろがガラスの格子になってるから、そのすりガラスが入ったんではないかと思うんですけど、お尻とこれも入ってるのもわからない状態だったんですけど、もう傷の消毒はここだけを夕方練兵場へ行って母が消毒してもらったみたいで、愛宕の踏切の方まで火が来るから早く逃げなさい言うんで、私を母がおぶって兄が妹をおぶって、それで父の消息わからないままに東練兵場の方へ向けて逃げたみたいです。愛宕の踏切を渡る時にちょっと気がついた時にはもうすごく人だってね、何が起きたのかわからない状態で恐怖感を感じたのを覚えてます。着いてからドブ川に逃げたんです。その時に夕方へ向けてなんか飛行機が飛んでくるから、そのドブ川の橋の下へみんな避難したいうことを、はい、聞いておりますね。雨が降った時も私はもう朝までなんか気がつかなかったりしてたみたいで、はい、東練兵場に逃げて夜私を抱いて母がここまで連れてきて死なしてしまうって母が言った時に、やはりそばにおられた若い女の人が腕の中で亡くなられるのはまだ幸せですよってから言われたって。でよく聞いてみたら、その子もやっぱり私と同じぐらいの子供さんを指を挟んで
どうしてあげることもできなくって逃げてきた、泣いておられたそうです。はい、だから私はまだね幸せなんですよね。はい、傷の手当てはですね、夕方練兵所の双葉の里いうかそっちの方に兵隊さんが治療に来られてるいうのを母が聞いて私を連れてってくれたそうですけど、もうそれはたくさんの怪我人がいっぱい並んでおられて、ほんで6時で引き上げますって聞いて、そのギリギリの時に、消毒だけ頼み込んでしてもらったのがここ消毒してもらったって。はい、あとはもうわからないから消毒なんかしてないんだけど、それで可能しだしたんかなと思いますけれど、気がついて目が覚めた時に本当に街が真っ赤なのを一瞬見ておりますね。またそれから寝たのか気が失ったのか、はい、それからが分かってないんですけど、よく絵にありますね、真っ暗の中に真っ赤に燃えてる状態、それとそっくりですね。で私が助けていただくきっかけになった人ももう府中の病院の方におられるんで聞いて、お礼に行こうって私を連れて行ってくれたんだけど、私は会わせてもらえなかったです。もうひどくてうじが湧いてどうすることもできない状態、瀕死の状態になっとられて、母だけあったみたいです。その方のおかげですね。そうやって声かけたきっかけが、その人が聞いてくださらなかったら私そのままだったと思うし、またその方が伝えてくださったからのこで弾いて出してくださったんだし、本当に一瞬ですよね。その人が声をかけとられるのをおばちゃんって私がたまたま気がついて声かけたのが一つになった、なんか不思議なね、本当に。はい、草津妹がですね2歳の時に玄関の縁がちょっと段々になって高いですよね。それを落ちたみたいで、それからがねなんか歩くのがおかしくって、これはおかしい言うんで病院通い日赤行ったりで草津の方に治療するとこがいいのがある言うんで通ったみたいです。行ってたらだから7月に入って1ヶ月休もうかって休んだそのことで3人とも助かったということですね。やっぱり化学兵器核を使わないことがまず第一条件だと思いますね。化学によって福島の方みたいに戦争しなくても起きうる事故がありますよね。だからこの核の恐ろしさを一番伝えていけるのは広島って皆さん言われてるそのものが本当に必要なんだなとすごく感じます。一瞬にしてもう人類かもう建物も何ももうなくなってしまうその恐ろしさ、もう今度は原爆よりひどいって言いますよね。だったら人間は生きていけない状態ということをね聞いておりますから、もう世界中に戦争が本当になくなるように一人一人が心がけていったらいつかなくなると思います。でまた核は本当にこの世の中からなくしていかなければいけないと思います。はいはい、本当人類が破滅していくと思います。もう二度と広島のような悲惨な
ことが起きないように皆さんの心に一つ一つ持って念じていってもらいたいと思います。仲良くして助け合っていくことがまず大事だと思いますね。